はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。ビーフ天丼。ビーフ天丼。ビーフ天丼。牛の天丼じゃありません。今日は牛すじを詳しく見ていきます。英語で牛すじはビーフ天丼。それでは早速やっていきましょう。今回は牛すじを用意しました。牛すじと一言で言っても実は色々な種類があります。地域や使う料理によっても変わるので一概にどれがいいとは言えません。今回用意したのは画面向かって左からアキレス。これは足の腱でほとんど脂身や肉はなくコラーゲンが多いです。筋の中で一番美味しいとされています。土手焼きなどに使われ、関西や九州方面ではこちらが牛すじとしては一般的かもしれません。真ん中がハラミ筋で別名メンブレンと呼ばれたりします。横隔膜のハラミの周りにくっついている膜で、コンビニのおでんの筋などに使われることが多いです。一番右が赤身とか筋と呼ばれるもので、関東だと筋といえばこの場合が多いです。うちのお店で牛すじ煮込みを作る場合もこの一番右の筋を使うことが多いです。お肉を切った際の筋などをまとめて取っておいて使ったりもします。他にも一般的じゃありませんが、後靭帯部分の別名鬼筋と呼ばれる特に硬い筋などもあります。この部分を煮込んで食べる人もいますが、加工されて犬の餌などに使われたりします。今回は一般的なこの3種類を使って焼肉をしています。牛すじって煮込みのイメージで焼いて食べることってあまりありませんよね。実際に焼いて食べてみるとどんな感じなのか食べて確かめてみます。焼肉で筋が残っていたりすると口に残って食べにくいですよね。やっぱり筋そのものは食べにくいのでしょうか。焼いて食べないのが当たり前すぎてあえて今まで焼きませんでしたが、実は焼いたらめちゃくちゃ美味しい可能性もありますよね。今日は新たな発見しちゃうかもしれません。ちなみに今回紹介している部位は全て単体でそれぞれ動画にしているので、気になる人はぜひ過去の動画も見てみてください。ほぼほぼ内臓とかの部位は紹介しているので、少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。それではカットしていきます。まずはアキレスです。表面に毛が付着していることがあるので確認しながらカットします。今回は何もしない状態のものと下処理したもので食べ比べてみます。まずは食べやすい大きさにカットします。次は包丁を入れてより刃が入りやすいようにしてみます。次はハラミ筋です。同じように何もしない状態のものと軽く包丁を入れた状態のものをカットします。最後は赤身筋です。同じように何もしない状態と包丁を入れたものをカットします。あとはボウルに入れて味噌だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を加えてよく混ぜ合わせます。お皿に盛り付ければ完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は宝酒造が販売する宝クラフト栃木柚子クラフトチューハイを飲んでみます。この前飲んだ同じシリーズのリンゴが美味しかったので別な味にチャレンジです。栃木といえば柚子を思い浮かべる人はかなり少ないですよね。自分もお隣ですが柚子なイメージがありません。調べてみると生産量の順位は18位などあまり目立っていません。栃木といえばやっぱりイチゴですよね。日本一の生産量を誇ります。そんなイチゴを差し置いてあえての柚子、期待が高まります。色は白く濁っていて注いだ瞬間柚子の香りが漂います。すごいみずみずしい柚子の風味と香りが口いっぱいに広がります。油っぽい餃子とかに合わせるのもいいですが、あえての和食とかに合わせるのもありかもしれません。それでは牛すじ焼肉スタートです。なかなか牛すじだけでこんな本格的に焼肉する人いないですよね。まずはアキレスから焼いています。こうやって焼いてる感じはマルチョウとか焼いてるみたいで美味しそうです。それでは包丁を入れていないアキレスから食べてみます。これはダメです。歯が入らなくて食べられません。ゴムの塊を食べているような感覚です。次は包丁を入れたアキレスを食べています。なんとか食べることが可能です。ウルテの柔らかい版って感じですね。先ほどよりもう少し薄い何もしていない部分を再度挑戦してみましょう。これは旨味味のガムですね。噛むごとに旨味はすごいです。自分結構歯ごたえがあるもの好きで、普通の人よりコリコリ食感や硬いものに耐性がありますが、これはきついです。やっぱこいつ硬えわ。もうダメだ。下処理が必要ですね。
次はハラミ筋です。先ほどに比べると油が多く火が上がりやすいです。まずは何も処理していないものから食べてみます。1枚が小さいのでなんとか食べられますが、かなり歯ごたえがあります。油が乗っていてタレとの相性は抜群です。包丁を入れてあげれば食べやすくなっています。やっぱり牛のハラミ筋は歯ごたえがありますね。豚はそのままでも普通に食べることが可能なのでおすすめです。最後は赤身筋です。焼いてる感じはもう肉ですね。何もしていないものから食べてみます。なかなかの歯ごたえです。これはコリコリ食感クロートじゃないと無理かもしれません。包丁を入れてあるとなんとか食べることも可能です。硬さ的にはアキレスが一番硬くて、次が赤身筋、ハラミ筋の順番ですね。筋の焼肉が少ない理由が分かった気がします。どれも食べられない硬さではありませんが、よほど自分の顎に自信がある人ではないとおすすめはしません。なら軟骨やタケノコ、ミノなど他にもおすすめなコリコリ部位はたくさんあるので、他をおすすめします。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。筋焼肉の違いいかがでしたか？次は煮込むとどんな違いがあるのか試してみたいです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。